皆さんはぎゅうぎゅうすぎる海の宝石箱をご存知でしょうか。久美浜湾に佇む隠れ家で波の調べに身を委ねれば、ゆっくりとした時間が流れる、まさに至福のひととき。温泉で心と体を解き放ったら、いよいよ極楽の扉がオープンです。私の視線を釘付けにする本日の主役たちは、鯛しゃぶ、露天風呂付き宝石箱です。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は京都府の久美浜に位置する全室オーシャンビューの絶景宿スカイです。ここ昇天峡温泉は日本海に面した美しい砂浜が広がり、豊かな海の幸と波音に包まれる丹後の隠れ里。穏やかな昇天峡の海を望むのどかな温泉地です。絶景のオーシャンビューをプライベート空間で満喫できるのが今回宿泊させていただくスカイさんです。すべてのお部屋に温泉露天風呂が完備されているので、余すところなくその素晴らしさをお伝えします。気になる交通手段ですが、電車でお越しの場合、京都丹後鉄道の昇天峡駅から無料の送迎サービスがあります。わずか5分ほどで到着するので非常に便利です。お車をご利用の場合は京丹後大宮インターから約40分、日本海の美しい海岸線を走る爽快な道のりとなっています。左手に見えるのがスカイ山で無事に到着しました。少し奥に入ると駐車場です。特に問題なく止められる広さなので安心ですね。気になる外観はこちらで、温かみのある佇まいです。嬉しいことに日帰り入浴もできるので、目の前の海を満喫した後に一風呂もいいですね。他にも旅館の前には2台の自販機がありました。館内に自販機はありませんが、外へ出ればすぐに買いに行けます。スカイさんは新鮮な海の幸が自慢のお料理と波音を間近に感じる客室露天風呂の評判が高いです。そんな口コミを見ると入る前からワクワクが止まりません。それでは館内に入ってみましょう。入り口のドアが開くと、そこは赤い絨毯が素敵な空間。隠れ家的な雰囲気の旅館ってたまらなく好きなんですよね。まずフロントの横には上下ともフリーサイズの館内着コーナー。スカイさんでは浴衣ではなく上着とズボンが置かれています。ただしクローズが17時なので注意してくださいね。その下には小さなお子様が喜ぶおもちゃもありました。フロントではアメニティ類が置かれています。ヘアブラシや歯ブラシなど必要なものを持っていきましょう。フロント前にはちょっとした売店コーナー。小スペースながらもぎゅっと詰まっていて、美味しそうなお土産が取り揃えられていました。それだけではなくジェラートもあり、日本海といえばの素敵な干物にも目移りします。お求めやすいお値段なのもいいですね。そしてもちろん当チャンネルでは必須級なお酒も冷蔵ケースでしっかり冷えて販売されています。15時から23時までの間ならフロントで氷をもらえます。お酒のお供におつまみやカップ麺も揃っているのがいいですね。基本的に館内は禁煙なので、こちらに喫煙所が設けられています。また周辺の観光パンフレットがずらりと並んでいました。その隣に久美浜湾の素敵な写真。階段には銘柄のお酒が整然と並べられていて、私にとって目を奪われる演出でした。館内の散策も一段落しましたので、早速お部屋へ向かいましょう。エレベーターもあるので、そこから5階へ上がります。スカイさんは全5階建ての旅館で、今回は最上階にある特別室、
これにはアラフォーの心もワクワクします。あとエレベーター内の案内を見るのって楽しいですよね。5階に到着して窓を覗くと昇天橋の水路が広がっていて、水色の橋や係留された船が並ぶ港宮ならではの風情ある景色が見れます。そして今回宿泊するお部屋はエレベーターからすぐにある501号室の旅館名と同じスカイです。いよいよお部屋に入ってみましょう。今回宿泊する501号室は1日4組だけの最上階の特別室。心地よい潮風を感じながらベッドでくつろげるコンセプトのお部屋はまさに特別感を味わえるので、一つずつ見ていきましょう。まずは一目見た瞬間に目を引く 140cm のダブルベッド。それが贅沢にも2台並んだ広々としたツイン仕様で、一度横になるともう動きたくないくらいの寝心地でした。その間には間接照明があり、2口のコンセントも嬉しいポイント。こちらには快適に過ごせるソファーとテーブルがあり、その上の心温まるメッセージとお月お菓子にほっこりします。そして50インチぐらいありそうな立派な壁掛けテレビ。その下には館内電話や各種リモコンがまとめられていました。思わず見入ってしまったのがこちらの単語弁の一覧表。その地方独特の言い回しがあるのって面白いですよね。テレビで YouTube などの動画が見られるのも高ポイントです。他にはインフォメーションブックやティッシュ、ポットなどが置いてありました。足元の棚のまずは右側を開けてみると、そこにはコーヒーセット、消毒済みのコップもあり、左側を開けてみると素敵なお茶セットが用意されていました。こちらにある開き戸を開けてみると、お風呂に必要なアメニティセットが完備。ボディタオルにバスタオルやハンドタオル、その下には館内着の上着が置かれていました。下段にはあると安心のセーフティーボックスです。空気清浄機ももちろん元気に稼働しています。心地よいのが最上階の窓から見える景色。窓を開いて遠くの方を見渡せば、日本海の美しい海岸線と穏やかな波音が広がっています。続いては入り口の方を見てみましょう。踏み込みの目の前には大きな冷蔵庫が完備。冷凍室があるのでアイスを冷やせるのは嬉しいポイントで、冷蔵室には無料のミネラルウォーターが入っていました。そしてすぐ近くのドアを開けると、そこはトイレ。私にとって必須級のウォシュレット付きなので安心です。いよいよ大詰めで残りのドアを開けてみると、まずは洗面と脱衣所のスペースがありました。コップやハンドソープなど基本のアメニティはもちろん、ポーラのスキンケア用品も完備なのがありがたいですね。ちなみにドライヤーは小泉製でした。温泉の成分分析表でテンションがマックスになったら、最後の禁断の扉がついにオープンです。そこには木のぬくもりが漂う壁と洗練された石造りの湯船。お湯に浸かりながら目の前に広がる大海原を独り占めです。まるで一枚の絵画のような自分だけのオーシャンビューが最高。さりげなく嬉しいのがシャンプー類も完備された洗い場。温泉付き客室は洗い場がないこともあるので本当に助かります。シャワーは好みの水流に切り替えられる多機能タイプで、バスアメニティはクラシエのボタニカルシリーズでした。昼も夜も一番心地よい湯加減がいつでも迎えてくれます。海の雄大な景色と聞こえてくる波の音が最高の BGM でした。
続いては1階にある大浴場のご紹介です。今回は特別許可をいただき、大浴場も撮影させていただきました。貴重品がある場合は100円ロッカーに入れて、鍵はフロントに預けるシステムでした。こちらが男湯と女湯それぞれの入り口です。早速男湯ののれんをくぐってみましょう。まずは簡単にですが脱衣所の様子から。洗面スペースが3つあり、全12室のお宿としては十分な広さです。脱衣棚も10人分あり、ゆとりを持って利用できます。それではお風呂の方を覗いてみましょう。昇天峡温泉は療養泉にも認定された天然温泉平良の湯。お肌すべすべの弱アルカリ性で美肌の湯としても評判です。落ち着いた雰囲気でゆったりと体を流せる洗い場が3つ。木の雫のシャンプーなのもこだわりを感じますね。そしてこちらがお待ちかねの露天風呂です。優しい明かりが照らす情緒たっぷりの庭園を見ながら、澄んだ空気と美肌効果が感じられる開放的な露天風呂。一度入れば長湯必至のまさに極上の時間でした。スカイさんのご厚意で女湯の撮影許可もいただきました。作りは似ているので要点を絞ってご案内します。同じように洗面スペースは3つ。脱衣棚も10人分なので問題なしですね。続いてこちらが内湯です。洗い場も同様に3つありました。あの情緒あふれる露天風呂の雰囲気はここでも健在です。全室露天風呂付きが魅力のお宿ですが、こちらも絶対に使っておきたい素晴らしい大浴場でした。お風呂とお部屋で贅沢な時間を堪能した後は、いよいよ極上の夕食タイムが開演です。その舞台が2階の食事会場なので早速向かいましょう。エレベーターを降りてすぐなのもいいですね。ご厚意で事前に食事会場を撮影させていただきましたが、席がしっかりと区切られていて個室感があり素敵でした。テーブルと椅子のお席なので足を崩してゆったり過ごせるのも嬉しいポイントです。それではスカイさんの夕食を心ゆくまで満喫するとしましょう。今宵のディナーは少量美味御膳。控えめな量とは思えないほど贅沢な数々をご覧ください。冒頭からトップギアのメインが飛び出す迫力の三段重。1段目を下ろさせていただきますね。はい、お願いします。1段目が超豪華なお刺身盛りで、2段目にはお鍋の具材、はい、では次3段目になりますね。はい、3段目にはお酒がよく合う彩り豊かな先付けです。豪華なお料理が並ぶと自然とお酒が欲しくなりますね。そこでまずは定番のビールの登場です。引き出すこともできる遊び心のある先付けは、タコの柔らか煮、ホタルイカ、サワラの幽庵焼き、しめ鯖の錦糸巻きなど、どれも最高の一品です。まるで宝石箱のようにぎゅうぎゅうに盛られたお刺身は、これでもかと海の幸が詰め込まれた食べ応え抜群の宝箱です。そのラインナップはなんと15種類。仕入れによって変わるでしょうが、これ本当に少量御膳ですか？食べやすい一口大のサザエに息を飲むうまさのカニ身。どのネタも口に入れた瞬間から新鮮さがはじけて、素材の良さがダイレクトに伝わる極上の味わいです。となると、新たな相棒を求めるのがこのチャンネルの魅力。地酒の日本酒を筆頭に気になるお酒が並ぶメニューの中には、ひときわ輝くいつものあれの文字がありました。そう、我らの飲み比べセット先生です。6種類の中から3種選べる飲み比べをフィーリングでチョイス。
お刺身との相性も抜群な日本酒の中で特に好みだったのが辛口の組の浦祝いでした。そのお酒をさらに引き立てるのが牛と桜鯛のしゃぶしゃぶ。白湯スープの小鍋に具材を投入し、まずはお肉をスープにくぐらせればまさに天国。極上の白湯をまとったお肉のうまみが口いっぱいに広がります。それに負けじと手を挙げたのが桜鯛です。スープにさっとくぐって口に運ぶと優しい甘みにうっとり。そこにお酒を流し込むともう言葉が出ません。続いてはスズキの唐揚げとお野菜の天ぷら、それと一緒にサワラのレンコン蒸しが運ばれてきました。わさびがピリッと効いたレンコン蒸しは奥深い味わいです。天ぷらやスズキの唐揚げはポン酢でさっぱり食べるタイプ。外はカリッと中はふわっとジューシーなのでお酒が進みます。そこでずっと気になっていたみかんと日本酒のお酒、つぶつぶ食感がやみつきになる飲みやすい甘さでした。最後はテンションの上がるカニ身たっぷり甲羅寿司、そこにハマグリのすまし仕立ても加わってもはや最強の布陣です。ご飯まで濃厚なカニの味にお箸が止まらず、最後のデザートでお口の中がさっぱりして大満足の夕食です。少量美味御前の枠を超えたボリュームにごちそうさまでした。豪華な海鮮を思う存分に満喫した翌朝は、雲の隙間から差し込む光が海を照らして美しかったです。2日目は晴れて絶好の散歩日和だったので外を散策してみます。スカイ山の大きな魅力は歩いてすぐ出会える絶景ビーチ。朝の散歩にちょうどよく、近づくほどに波の音も心地よいです。この時はまだ涼しい時期でしたが、夏には海水浴客でにぎわう人気のビーチでもあります。ここ昇天峡海水浴場は美しい白砂青礁が続いており、山陰海岸国立公園にも指定されている遠浅で透明度が高く安心な環境が整っているビーチです。穏やかな波の音を独り占めできる贅沢な朝散歩でした。さあ、旅の締めくくりを飾る豪華な朝食の時間です。散歩の後でお腹が減っているので楽しみで仕方ありません。旅の朝を彩るスカイさんの朝食がこちら。見た目からも食欲をそそる光景に朝から胸が高鳴ります。まず気になるのがこちらの花かごですよね。おしゃれなかごの中には色とりどりの小鉢がきれいに並んでいます。朝から豪華な刺身盛りにきんぴらなどの小鉢、ハムが美味しそうなサラダやしらすおろしといったご飯にとって最高のお供が勢ぞろいです。他にも美味しそうな焼き魚やお味噌汁、私は白ご飯にしましたが、黒豆のおかゆか白ご飯を選べます。そして朝食といえばの納豆と焼き海苔もありました。チェックイン時に変更するか聞かれ、追加で500円必要ですが、こちらのカニの味噌汁が個人的に最高でした。珍しいメニューだと思ったのがこのうなぎの柳川鍋です。熱々のお鍋に自分で卵を割り落とす楽しいスタイル。甘辛いだしとうなぎはもちろん、ご飯との相性も抜群でした。朝食から食べられるお刺身は贅沢な気分で、焼き魚もふっくらしていて絶品です。平屋ミルクのヨーグルトで胃を整えてごちそうさまでした。今回は京都の久美浜にある昇天峡温泉スカイをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
全室に完備された客室露天風呂は波音を間近に感じるオーシャンビューの絶景を独り占めできる至福の空間でした。海辺の散策で爽やかな潮風を感じるのも心地よく、夕食は新鮮な海鮮が詰まった宝石箱のようなお料理が最高。朝食も花かごに盛られたお刺身や小鉢など贅沢な品々でした。そんな極上の温泉とお料理を楽しめるスカイさんの宿泊料金は、金曜日の2人宿泊で大人1人当たり約25,000円でした。実際の料金は旅行サイトやホームページなどでご確認ください。波音に包まれながら絶景と海の幸に癒されたい方には心からおすすめしますので、ぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。